皆さんこんにちは。ミクロミカです。最近やっと涼しくなってきて過ごしやすい日が増えてきましたね。季節の変わり目、皆さんは体調を崩したりしていませんか？涼しくなってきた分、体もリラックスできるようになりましたが、一方で気温の変化で体調を崩しやすい時期でもあります。私自身も夏の疲れが一気に出てくるこの季節は、特に体の声に耳を傾けるようにしています。最近は少し体調が優れない時もありましたが、それをきっかけに自分のケア方法を見直すいいタイミングだと感じています。こうした体や心のサインにはしっかりと耳を傾けることが大切ですよね。実は私は20代後半に大腸がんを経験しました。幸運にも転移がなく全摘出ができたのですが、その時期は体の不調だけでなく精神的にも大きなストレスを感じていました。でもこの経験を通じて学んだのは、心と体がいかに深くつながっているかということです。それ以来、体調不良は心と体の SOS だと捉え、その声に耳を傾けるようになりました。ですが、忙しい日々の中ではどうしても無理をしてしまうこともありますよね。今日は心と体を整えるために私がしていることを3つご紹介します。1、自分の体に感謝の気持ちを伝える。私は今までなんとなく朝起きてダラダラと出かける準備をしていましたが、最近は朝の数十秒だけ体に感謝をする時間を作っています。私たちは働いて、食べて寝て、体を休める時間を作っています。でも体は生まれた時から永遠と休むことなく動き続け、私たちのことだけを思い、私たちが寝ている間も働き続けています。家具や電子機器でさえ使い続けたら壊れてしまうのに、毎日24時間休まずに動き続ける私たちの体って本当にすごいと思いませんか？だから私は朝起きたら胸に手を当てて、いつもありがとう、今日もよろしくと伝えます。体に感謝することで自分自身への意識が高まり、自然とその日の行動や気持ちにもいい影響が出ます。実際感謝の気持ちを持って一日を始めることで、心も前向きになり、ストレスへの耐性も強くなると言われています。2、ポジティブ日記を書く。私は寝る前に今日できたこと、嬉しかったことなどポジティブなことを3つ書き出すようにしています。書くことは何でも OK。 今日は自炊できた、なくなりそうだったトイレットペーパーを買いに行けた、友達にメイクを褒められたとか。これを続けることで私はポジティブの見つけ方が上手になり、自分自身が少しずつ前向きに変わっていくのを実感しています。日々の小さな幸せを見つける力がついてくるんです。心が落ち込んだ時でも、こうして振り返るとポジティブなことが必ずあるんだなって思えるようになりました。ちなみにもともとは10個書き出していたのですが、10個思いつかない日がたくさんあって、基本ネガティブ思考の私は10個書き出せない自分を責めそうになったので3つにしました。3、ストレッチをする。私は寝る前に3分でも5分でもストレッチの時間を作ります。時間があるときは YouTube を見てヨガなどをするのですが、毎日は続かないので、忙しい最近はパパッとストレッチのみ。私はもともと肩こりや腰痛があるのですが、仕事中など気を張っているときは肩がぐっと上がって力が入っていることに気づきました。また、無意識に日常生活で奥歯に力が入ってしまっていることにも気づいたので、体の力を抜くことを意識したストレッチをしています。ストレッチをする余裕もないときは、呼吸法を取り入れたリラックス方法もおすすめです。特にストレスを感じたときに、3秒吸って5秒吐く深呼吸をするだけで、気持ちがスッと楽になることがあります。それ以外に私がしていることは、不調なところに手を当てることです。実は今年に入って私は2回も胃腸炎になったんです。もともと胃腸が弱い体質なのですが、胃が痛くて手を当てるとなんとなく内臓が冷えている感覚がありました。横になって痛かった胃に手を当てて深呼吸をしていると、胃がギュルギュルっと音を立てて動き出し、少しずつ体調が整っていくのを感じて、それからは不調な部位に手を当てて巡りを良くするようにしています。
気持ちが焦っていたり緊張状態の時は胸に手を当てて深呼吸すると気持ちが落ち着きます。今日は心と体を整える3つの方法をご紹介しました。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもありますが、無理をせず自分を大切にする習慣を少しずつ取り入れてみてください。小さな積み重ねが心と体の健康に大きな変化をもたらします。一緒に心も体も整えて毎日を軽やかに過ごしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。